こんにちは、ザワトレスです。今回は2003年から2005年にかけて発売されたバンダイの300円カプセルトイライダーマシンクロニクルの平成ライダー編でございます。前回の昭和ライダー編をレビューしてからいつの間にか2ヶ月も経ってしまいました。平成ライダーはマジで中途半端にしか発売されなかったんで、レビューするのどうしようかなとか思ってたんですけど、この間のライダーマスクディスプレイの時に平成マスクもね、次やろうと思ったらライダーマシンクロニクルの方ほったらかしだったってことを思い出してしまいまして、一応筋を通さないといけないと思いましたので、今回ライダーマシンクロニクルの平成ライダーをレビューして、まずはライダーマシンクロニクルを完結させていただこうかなと思いました。それでは早速クーガから見ていきましょう。はい、まずはこちらですね。仮面ライダークーガ&トライチェイサーでございます。ライダーマシンクロニクル第1弾で登場いたしました。1台目の紹介なので大きさ比較もしていきたいと思います。はい、こちらですね。1円玉でございます。バイクの車輪がね、ちょうど1円ぐらいの大きさですね。だからめっちゃちっちゃいんですよ。それでこのクオリティですよ。素晴らしいですね。そしてライダーマシンクロニクル第1弾なので、こうやってね、後輪も前輪もタイヤが回ります。よってブーブーして遊ぶことができます。大変素晴らしいですね。いやー、ブーブー最高。ライダーマシンクロニクル第1弾仮面ライダークーガ&トライチェイサーでございました。続きまして仮面ライダーアギト&マシントルネイダーでございます。こちらはライダーマシンクロニクルの第2弾で発売されました。アギトはつい先日 SIC のフィギュアレビューをやったばっかりですね。でもマシントルネイダーと一緒のやつはね、さらに前にレビューしましたね。こちら第2弾ですね。なので第2弾もタイヤがね、前も後ろも回るわけですよ。よってブーブーして遊ぶことができます。素晴らしいですね。仮面ライダーアギト&マシントルネイダーでございました。はい、続きましてですね、仮面ライダー龍騎&ライドシューターでございます。こちらは仮面ライダークーガ&トライチェイサーと同じですね、ライダーマシンクロニクル第1弾で発売されました。これね、実はさらに少し小さいんですよ。さっきのアギトと並べてみるとこんな感じなんですね。で、ここパカって開くんですよ。龍騎とアギトの大きさ全然違いますよね。これだけスケールが小さくなっております。それはね、バイクがでかいからっていうのがありますね。でもこの大きさでよく再現しましたよね。すげえなーって思いますよ。そしてね、これ裏とかどうなってるかっていったらタイヤがね、ちゃんと後ろ2個ついてるんですね。タイヤが前のタイヤもついてます。そして回ります。よってこちらもね、ブーブーして遊ぶことができます。大変素晴らしいですね。ただこれね、閉まらないんですね。こうやってロックされちゃうんだよな。閉めるときはね、この状態でね、ちゃんと閉まらないんですよ。こうやって当たっちゃうんですね。だから閉めるときは一度これをね、外してこんな感じですね。こうしないと閉まらないようになってるんですよ。僕のだけかな。どうやってね、くっつければいいのかわかんないんですね。ちゃんとこのくぼみがあるんで当たってるんだろうなとは思うんですけど、見えますかね。ここの部分くぼみがあって、そこにね、この穴が入るようになってるんですよ。上の方もね、今入った感じですね。まあ飾るときはね、この状態で飾るのが一番いいのかもしれませんが、なんかね、これちゃんと閉まった方がいいじゃないですか。閉まらないっていうね。まあこれもね、300円なのでしょうがないかなと思います。続きまして仮面ライダーファイズ&オートバジンでございます。こちらはライダーマシンクロニクルの第2弾で発売されました。オートバジンね、いいね。そしてファイズもちゃんと乗ってるわけですよ。2弾だよな。だから回るんじゃないの。あ、回った。よかったよかった。びっくりした。今硬かった。癒着してましたね。一応ね、後ろのタイヤ硬いですけど回ります。そして前のタイヤも回ります。よってブーブーして遊ぶことができます。でもぎこちないな、これちょっと。仮面ライダーファイズ&オートバジンでございました。
続きまして、仮面ライダーブレイド&ブルースペイダーでございます。こちらはライダーマシンクロニクルの第4弾で発売されました。4弾か。4弾っていうことはもう回らないんだよな、きっと。後ろのタイヤが回らない。前も回らん？前も後ろも固定ですね。残念。ブーブーして遊べない。でもね、姿形はかっこいいですよね。これはまさしく見て楽しむだけのフィギュアになっちゃいますけど、まあそれでもね、300円ですから十分ですよ。仮面ライダーブレイド&ブルースペイダーでございました。次からはですね、メインライダーではなくてサブライダーの紹介になっていきますね。こちら、仮面ライダーアギトに登場した仮面ライダーギルス&ギルスレイダーでございます。ライダーマシンクロニクルの第3弾で発売されました。3弾か。前タイヤは回るけど、後ろタイヤ、回った!やったぜ!ちょっと知らんかったな。これ回るんだ。滑りはだいぶ悪いですけどね。ギルスいいね。ギルスタイヤ回るよ。素晴らしい。ということは、ブーブーして。ブーブーしたいんだけど、タイヤが回らん。前タイヤ回る。後ろ。ウィリーさせないと回らないな。硬い。でもね、一応ブーブーして遊ぶことができます。仮面ライダーギルス&ギルスレイダーでございました。続きまして、こちらも仮面ライダーアギトからですね、仮面ライダー G3X& ガードチェイサーでございます。こちらはライダーマシンクロニクルの第4弾で発売されました。日本の警察が作った人工の仮面ライダーですよね。G3。氷川くんね。はい。見てください。タイヤこうなってるんですよ。回るわけがないですね。これをこうやって差し込むという状態ですね。前は回るんでね、前だけブーブーして遊ぶことができます。後ろは回りません。仮面ライダー G3& ガードチェイサーでございました。はい、こちらも仮面ライダーアギトからですね、アナザーアギト&ダークホッパーでございます。アナザーアギト。ライダーマシンクロニクルの第5弾で発売されました。5弾だからな。回らないんだろ、どうせ。分かってるよ。前は回るね。後ろは回らないね。残念。絶対回らんな。本当に回らんな。はい。これもね、前だけブーブーして遊ぶことができます。仮面ライダーアギトからアナザーアギト&ダークホッパーでございました。はい、アギトシリーズのね、ライダーマシンクロニクル全部並べてみました。いいね、4人全部揃ってたらね。ちなみにですね、G3 以外は SIC でバイクも出たんですよ。G3 のガードチェイサー出してほしいんだけどな。まあそのうちね、ギルスとアナザーアギトはね、SIC 側でフィギュアレビューがありますので、こうご期待ということでございます。よろしくお願いします。はい、仮面ライダーアギトシリーズでございました。続きまして、こちらは仮面ライダーファイズからですね、仮面ライダーカイザ&サイドバッシャーでございます。ライダーマシンクロニクルの第3弾で発売されました。ファイズシリーズはこの2台だけでしたね。サイドカーがついてるってのいいですよね、これ。で、タイヤは回るんかって話ですけど、回りますね、ここはね。ここは回ります。こっちも回るんか。回らないね。前タイヤも回りません。いやー、残念。というわけでね、カイザはブーブーして遊ぶことができません。仮面ライダーファイズからカイザ&サイドバッシャーでございました。仮面ライダーファイズシリーズを並べてみました。シリーズって言っても2台だけですけどね。できればね、デルタとかもね、商品化してほしかったんですけどね。シリーズが続いていたら発売されていたかもしれませんね。仮面ライダーファイズのシリーズでございました。仮面ライダーブレイドから仮面ライダーギャレン&レッドバランスでございます。こちらはライダーマシンクロニクル第5弾で発売されました。ギャレンもいいね。かっこいいね。赤くてね。しかし前タイヤは回るけど、後ろタイヤは回らない。第5弾だしね、しょうがないね。これもね、前だけブーブーして遊ぶ。前もあんまり回りませんね。抑えられてるって感じです。こちらはね、ブーブーして遊ぶことができないんですけど、それでもかっこいいのでね、もういいです、それで。
仮面ライダーギャレン&レッドバランスでございました。はい、こちらも仮面ライダーブレイドから仮面ライダーカリス&シャドウチェイサーでございます。ライダーマシンクロニクル第5弾で発売されました。どうせ回らないのは分かってるんですけど、一応やってみましょうか。あ、これね、ギャレンよりは滑りがいいですね。前タイヤ。後ろはまあ回りませんね。なのでこっちはね、前だけブーブーして遊ぶことできますね。仮面ライダーブレイドから仮面ライダーカリス&シャドウチェイサーでございました。はい、ブレイドからはこれが最後ですね。仮面ライダーレンゲル&グリーンクローバーでございます。ライダーマシンクロニクルの第6弾で発売されました。ライダーマシンクロニクルは第6弾以降は発売されなかったんですよ。ぜひずっと続いてほしいシリーズだったんですけどね。レンゲルです。レンゲルも後ろタイヤは回りません。前タイヤは少し回りますので、これも前だけブーブーして遊ぶことはできますね。仮面ライダーレンゲル&グリーンクローバーでございました。はい、仮面ライダーブレイド編の4体を並べてみました。スペードダイヤハートクラブ4人とも揃っていていい感じですね。これで全員ブーブーできたらよかったのにな。仮面ライダーブレイドシリーズでございました。ライダーマシンクロニクル平成ライダー編、いよいよ最後の紹介でございます。仮面ライダー響から仮面ライダー息吹竜巻でございます。ライダーマシンクロニクルの第6弾で発売されました。なんと主人公の響は発売されないで息吹が出たんですよ。わけわかんないですよね。っていうかまあしょうがないんですけどね。後でね理由をお話ししたいと思います。はい、タイヤは回るのか、回らない。前タイヤも回らない。よって眺めておくだけというものでございます。仮面ライダー響から息吹竜巻でございました。以上で平成ライダー編は終了でございます。兜は電王はディケイドはって思われる方もいらっしゃると思いますけど、この商品ね、最後に発売されたのが第6弾で、その頃がまだ2005年なんですよ。仮面ライダー響の放送中だったんですね。そりゃ中途半端でもしょうがないではありますけどね。しかもね、響じゃなくて息吹しかバイク乗ってなかったんじゃないかな。当時ですね。響って自動車教習所に通うじゃないですか。だから最初ね、バイクに乗れないライダーっていう感じだったんですよね。なので、その時はまだね、作中にも出てないわけですから、響のバイクである外貨もね、商品化されてないわけですよ。っていうかこのライダーマシンクロニクルっていうシリーズ、500円とか600円でもいいから復活してほしいですよ。まあその後もね、いろんなバイク付きのフィギュア発売されていますけど、ある程度スケール統一されているフィギュアがなかなかないんでね、この大きさで揃えたいなって思っちゃうんですよね。はい、今回ね、ちょっとおまけもございます。前回の昭和ライダー編で、スカイライダー、左側の後期版しかレビューしなかったんですが、右側、前期版も手に入れましたので、今回おまけとしてレビューしたいと思います。見てわかるようにね、色が違いますよね。ちょっと暗い色というか、そういう感じですね。逆側はこのようになっております。スカイライダーはね、第4弾か5弾ぐらいにいた気がしますんで、ブーブーして遊ぶことはできませんでした。残念。ただね、唯一このライダーだけ色違いが存在するというものでございました。はい。ライダーマシンクロニクルですね。すべて並べてみました。多いね。こんなにいっぱいあったらね。ちょっと角度を変えて見てみようかな。すごいね。こんなにいっぱい並んでたら爽快ですね。タックルってそれでは本日は2003年から2005年にかけて発売されましたライダーマシンクロニクルの平成ライダー編でございました。おまけでね、発売された限りになりますけど、昭和ライダーと平成ライダー全てを映してみました。全部で34台ですね。先ほども言いましたけど、このシリーズは終わらないでほしかったですね。平成、令和とね、どんどん続いていくので、電王とか兜とかね、牙、ダブル、ウィザード、ゴースト、全部ね、仮面ライダーなんですから、バイク付きでフィギュアがあってなんぼだと思うんですよ。なのでね、またこのシリーズ、復活することを切に願っております。次回の仮面ライダーフィギュアレビュー動画は、SIC ボリューム15、仮面ライダー2号&ショッカーライダーでございます。本日も最後まで動画を見ていただきまして、どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。